こんにちは。引っ越して書道家の清水勝信です。今回は、実用書道における点の書き方、点のバリエーションと書き方を解説をしていきたいなと思います。こちらの症状の書き方の本の、70ページと71ページ点の書き方が書いてあるんですけれども、こちらを元にした内容となっています。小筆やね、筆ペンを持っていただき、ぜひね、一緒に練習してみてください。はい、まずバリエーションなんですけども、今回5種類説明します。で、1つ目が上で止める点、で2つ目が上から下への点、で3つ目が左へ払う点、で4つ目左へ止める点、で5つ目が右へ止める点となります。ではそれぞれ見ていきましょう。はい、まず1つ目、上で止める点です。左上から筆を入れて上側で止めます。こういうことですね。筆の軌道で言うと、こうで止める。左上から入れてしっかり止める。こういう反る横角と同じようなイメージでスッと入れていって筆を置き直すイメージだと思ってください。はい、では作例です。ここですね。ちょっと今わざとらしいんですけど、こういう形です。神様の、示す辺の点ですね。これも上に止める点です。はい、永遠の A の最初の点ですね。こちらも上に止める点になっています。はい、2つ目の点が、上から下への点ということで、45度でドンと入れます。で、そのまま真下へ抜いていく。こういう点ですね。で、ポイントは左側はまっすぐ、右側は少し内側に入る。こっち側でくさびの形にしています。左側はあくまでまっすぐ真下だと思ってください。それでは作例をやってみます。ここですね。ここですね。6。あと、まだれなんかもそうですね。3つ目が左へ払う点。点というか左払いのちっちゃいバージョンですよね。45度で入れます。で、巻くように左下へ抜いていきます。で、45度なんですけど、横角とか縦角書くときに45度でこうやって入れて書きますね。で、これも同じで45度で入れて、横とか縦に行かずにそのまま左払いに行けば、この形になります。なので、起筆のやり方は縦角や横角と同じということになります。では、作例いってみます。ここですね。他には、
小さいと同じなんですけれども、左右の点の左側ということになります。ちょっと左の点ね、キスの場所分かりづらいんですけれども、貝なんかもそうです。はい、4つ目が左へ止める点になります。で、これは左下へ向かうように筆を入れて左下で止める。こういうことです。で、左下で止める。こういう点のことですね。イメージとしては外側へ反る軌道で筆を入れる。こういう反るイメージですね。そして止めるというイメージになっています。ではサークルいってみます。心の最初の点ですね。外側へ逃げるような線になっています。劣化、レンガとも言いますけれども、の最初の左側の点がこの形になります。こう反る線。鳥の最初の左の点ですよね。これも反るような点になってます。必勝の筆なんですけども、この点ですよね。左側の点がやっぱ反るような点で書いてます。これはね、状況にもよりますけどね、僕は今外側に反りましたけども、そうじゃなくて、ここからつながるようにこうやって書く場合もあるし、それは状況に応じてですけれどもね、僕は今反るように書いてみました。で、5つ目なんですけども、右へ止める点です。こうですね。右側に行って、右側に止める。1つ目の上で止める点っていうのは、どっちかというと反るイメージだったんですけども、今回は、こっちですね。どっちかというとカプセル方のイメージになります。はい、さっきもちょっと劣化やったんですけれども、こっちの点もね、さっき説明したんですけども、今回は、この点もちっちゃいのも同じなんですけども、これのことになります。こういうイメージ。はい、今日ですね、今日のこの点ですよね。こういう点です。はい、寸ですね。寸も同じようにこういう点の入れ方をしています。はい。以上5つの点のバリエーションを解説してきました。微妙な違いかもしれませんけれども、これが分かってくると字形が整いやすくなってきますので、ぜひ、意識して練習していただければなと思います。
はい、それではご視聴ありがとうございました。